白い兄との再会。数千年の時を超えて刻まれた約束が今再び動き出した合図だったのかもしれない。アリゾナの荒野、ホピ族が守り続けてきた5枚の石板、そのうち2枚が行方を絶った。しかしそのかけた石板の記憶が遠く離れた日本の地に脈打っていた。兄弟を待ち続けるという言葉に導かれた一人の青年、彼がアメリカの荒野へと渡り、禁断の聖地サードメサで手にした小さな石、それは人類の未来を映す最終予言の鍵だった。アメリカ政府の監視、富豪たちの動き、そして沖縄の夜空に現れた彗星の輝き、すべてがホピの予言に刻まれた星の記号と重なっていく。兄弟の民族、日本。今、失われた石板が再び集まり、世界は第五の世界への扉を開こうとしています。この物語は伝説ではありません。それはあなたの魂に眠る記憶の呼び声なのです。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ホピ族と失われた石板の記憶。ホピ族はアメリカ先住民の中でも得意な存在です。アリゾナ州北東部ブラックメサの厳しい自然の中で約62万エーカーにも及ぶ土地に今も暮らし、紀元前500年頃から同じ地を守り続けてきました。彼らの文化は農耕、精緻な宗教体系、そして交渉による深い哲学と宇宙観で構成されています。その核にあるのが石板の存在です。古代創造神タワとスパイダーグランドマザーが世界を作り人類を導いたという神話はホピの宇宙観の基盤です。ホピの信仰では現在私たちは第4の世界に生きており、過去3度火や氷、洪水によって世界が浄化されてきたとされます。その都度ホピはアントピープルアリ人間などの存在に導かれ地下で生き延び再び地上に戻ってきたというのです。こうした物語は単なる神話ではありません。ホピには石板という物的証拠が存在すると伝えられてきました。マサオという地球の管理者から授けられた5枚の石板、そのうち3枚はホピのファイヤークラウンによって代々守られてきたとされ、残り2枚は数万年前に行方不明となりました。驚くべきはこの失われた2枚が日本やチベットに関係しているとされている点です。ホピ族の予言では世界の浄化と再生は5枚の石板が再び揃った時に起こるとされているのです。そして数十年前からホピ族の間では日本に兄弟がいるという言葉が伝えられ、実際にホピ族が宮島を訪れたという記録すら残っています。さらに衝撃的なのは石板の一つが実際にある日本人によって手に取られたという証言です。彼は20代の若さで宮島で偶然その兄弟を待ち続けるというメッセージに触れ、魂が震えるほどの衝撃を受け、片道切符でアメリカへ渡ります。目的はただ一つ、ホピの失われた兄弟として予言の真実に触れるためでした。この人物は何の情報も持たずにホピの聖地サードメサにたどり着き、禁断の地とされる場所で最も会うことが難しいとされる大長老マーティンがスウィスマーに偶然出会います。そして10日間共に生活を送る中で、ついにその手に石板を手渡されるという運命的な出来事が起きたのです。その石板には人類の起源と未来に関するシンボルが刻まれており、これこそがホピが数千年守り抜いてきた最終予言の鍵でした。消された記憶と監視される予言。その石板を手にした人物、ウエチさんはホピの伝統を完全に引き継ぐ者としてホピネームを授かり、完全にその一族の一員として迎え入れられました。彼はもはや外部の人間ではなくホピの中に生きる者となったのです。サードメサの奥深くにあるホテベラ村、そこは外部の人間が容易に立ち入れないいわば聖域でした。ウエチさんはこの村の住人でも一目置かれる存在であった。マーティンがスウィスマーと共に暮らすという極めて異例の経験をしただけでなく、そのマーティン本人から石板を見せられたという歴史的にも極めて重要な経験をしたのです。彼が手渡された石板は手のひらに収まるほどの大きさ。しかしその表面には人類の根源に関わる記号がびっしりと刻まれており、その一つ一つが何万年も語り継がれてきた予言の一部だとされます。特に V の形、そして兄弟を象徴する形状が描かれたその石板は、ホピのファイヤークラウン家系にのみ継承されてきた神聖な存在でした。だが、それだけでは終わりません。この石板、実はホピの村人ですらめったに目にすることが許されず、見た者は泡を吹いて倒れるとも言われるほど、強烈な霊的エネルギーを帯びているとされます。ファイヤークラウンの守護霊であるマサオが関わったものであるため、正しく扱えなければ、命に関わるとも信じられてきました。そしてさらに驚くべきことに、残る2枚の石板はアメリカ政府、正確には米国政府関係者がすでに盗み出しており、
そのうち1枚には最終予言に関わる重大な情報が刻まれていると伝えられているのです。上地さんは石板に刻まれた星の記号に導かれ、2025年7月、沖縄で目撃された彗星の動きに反応し、そして導かれるようにしてある場所、レイビレッジにたどり着くのです。そこには誰にも知られることのなかった残り2枚の石板が眠っているとされていました。この地こそがホピの予言で語られていた兄弟と再び出会う場所。数万年の時を経てついに石板が全て揃おうとしているのです。一方でアメリカ政府の関係者たちはこの動きを完全に把握していると言われています。彼らはホピの伝承、石板の位置、予言に至るまで全てを調査し、記録し、時には干渉してきました。上地さんが滞在していたセドナの周辺にはカメラ、監視機器、さらにはスパイと噂される人々の存在が絶えず、まるでスターピープルが死を迎えるその瞬間を観察しようとするかのように、あらゆる手段で接触を試みていたのです。例えばホピ文化に深く関与していたメアリーという女性は、実は米政府と通じる情報提供者であり、上地さんの動向を常に探っていました。彼女はテキサスの石油王の娘であり、ハリウッドセレブ、そして世界中の大富豪たちが絡んでいたというのです。そして決定的だったのは、メアリーの持っていた書籍をライオンゾーンに、ホピ族の中でも限られたものしか知り得ない失われたシンボルが描かれていたことでした。それは本来、米政府に盗まれた2枚の石板にしか刻まれていないはずの情報。つまり、アメリカは石板の情報を完全に解読しているという確信に至ったのです。予言の兄弟と日本の深いつながり。ホピ族が語り継いできた最も重要な予言の一つに、失われた兄弟の再会があります。これは単なる血縁の話ではありません。彼らが信じる世界の浄化、つまり、この地球が再び調和と平和を取り戻すために必要な鍵。分かたれた民族が、再び一つになることで初めて発動するというものなのです。その兄弟が日本民族であるという説が長年ホピの中で語られてきました。これまでも幾度となくホピの長老たちは導かれるように日本へと渡り、神社仏閣を訪れ、宮古島にも足を運んできたとされています。そして彼らが残した言葉がありました。いつかこの島に私たちの兄弟が姿を現す。その時石板は再び揃う。この言葉に呼応するかのように、上地さんは20歳の時、宮島で偶然ある本に出会います。その本には、まるで自分の魂を見透かされたかのような一節が書かれていました。私たちは何万年も兄弟をここで待ち続けている。読み終えた瞬間、彼は涙が止まらなくなり、片道切符だけを持ってアメリカへと飛び立ったのです。行き先は、ただ一つ、ホピの聖地。その地がどこにあるのか、ネットも地図もない時代。頼りにしたのは図書館の地図だけ。彼はフラッグスタッフという地名を見つけ、そこを目指しました。現地に到着してからも、ホピへの正確な道は分からず、ただただ空のサインを頼りに歩き続けました。やがて、ある二股の道に差し掛かった時、頭上の空に飛行機雲が交差しているのを見た彼は、それを導きと受け取り、迷わず坂を登っていったのです。その先にあったのが、他のメサとは異なり、完全に閉ざされたサードメッサ。誰もが自由に出入りできる場所ではなく、特別な許可がなければ入れないとされる聖域。しかし、彼は知らなかったがゆえに迷いなくその地に足を踏み入れ、運命に導かれるように、ホテベラという村に到達します。村にはほとんど人影がなく、不思議な壁画が描かれた家の扉を叩いたその瞬間、運命の歯車が動き出しました。その家こそが、ホピ族の歴代石板保持者である、マーティン・ガス・ウィスマーの家だったのです。そこには、ホピの儀式に参加するために来ていた金髪の女性、メアリーが滞在していました。後にわかるのは、彼女がアメリカ政府と深くつながる観察者だったということ。そして、マーティン本人は、まるで彼の訪れを予知していたかのように、静かに座って上地さんを迎え入れたのです。言葉もろくに通じない中、上地さんはダンカチョンバというホピの予言に登場する名を繰り返し伝えました。実はこのダンカチョンバこそ、ホピの導き手、マサオと深い関係を持つ神聖な存在であり、その言葉にマーティンは心を動かされ、上地さんを家の中へと招き入れたのです。こうして始まった伝説的な10日間の共同生活。この間、マーティンは一度も言葉で指示を出すことはありませんでした。代わりに、まるでテレパシーのように思念を送るという不思議な方法で、上地さんに伝えるべきことを伝えていきました。共同生活を始めて3日目の夜、暖炉の奥から持ち出された布袋。その中に入っていたのは、まさに伝説の石板。彼の手のひらにそっと置かれたその石は、小さくとも計り知れない重みを持っていました。そこには V 字の記号、兄弟を象徴するシンボル、そして明らかに星をモチーフとした刻印がありました。上地さんは、
それが何を意味するのかすぐには分かりませんでした。しかしその瞬間から彼の運命はホピ族の未来、さらには地球規模の予言と不可分な存在となっていったのです。盗まれた石板とアメリカ政府の介入、ウエチさんが体験した10日間の共同生活は単なる滞在ではありませんでした。ホピの大長老マーティンガス・ウィスマーがその一日一日を通して伝えていたのはホピの伝統、予言、そして失われたものへの深い憂いでした。石板は本来5枚あり、そのうち3枚は代々ホピのファイヤークラウン家系が保管してきたと言われています。しかし残りの2枚は行方不明。これは単なる紛失ではなく盗まれたと明確に語られています。その犯人こそがアメリカ政府です。マーティンが語ったところによれば、石板の1枚には人類の誕生に関する重大なシンボルが刻まれており、もう1枚にはホピの最終予言を象徴する記号が含まれている。これらは米国によって極秘裏に分析され、内容を完全に把握されているとされます。しかもその1枚は行方が不明となり、もう1枚は機密保管されている可能性が高いのです。この話がにわかに信じがたいと感じる人もいるかもしれません。しかしその裏付けは思わぬところにありました。ウエチさんがセドナで参加したあるイベントで、メアリーという金髪の女性が主催する出版記念会が行われていたのです。彼女はオライロンゾーンという本の編集者の一人であり、その中にホピの中でも限られたものしか知らないはずの失われたシンボルが描かれていました。それを見た瞬間、ウエチさんの中で警鐘が鳴り響きました。なぜこのマークがここに？どうして彼らがこの情報を知っている？思わず口をついて出た言葉。その言葉を聞いて著者が不思議そうに聞き返してきました。お前は何で知っているのかと動揺を隠せないまま、彼は思わずその場でそれはマーティンの家で見たと発言してしまったのです。その瞬間会場は静まり返りました。まるで禁じられた名前を口にしてしまったかのように、それを機に彼はセドナの地を離れざるを得なくなり、再びホピの聖地へと戻ることになります。ウエチさんの行動はすでに見張られていたものでした。彼自身が語るように、ホピの予言に関する発言は決して軽くできるものではありません。間違ったことを言えば即座に霊的な報復を受ける。それがホピの掟。そして彼は間違いなく石板がここにあるという確信と覚悟を持って行動していたのです。やがて彼はマーティンガス・ウィスマーからあなたには足りないものがあるというメッセージを受け取ります。それは物質ではなく精神的なかけらであり、失われた石板と同じように彼自身も何かを見つけ出す旅に出る必要があったのかもしれません。2020年沖縄に戻ったウエチさんは2025年7月に起きた彗星の流星の出来事をきっかけにかつて訪れたレイビレッジへと導かれます。そしてそこで自らがホピの予言を成就させる鍵を持つ存在であることを確信するに至るのです。レイビレッジには神聖な構造で作られたピラミッドハウスと呼ばれる場所があります。石板の一枚はその相当深い地中に今も眠っているとされ、完全に封印され守られてきました。しかもその場所はウエチさん自身によってすでに特定されているといいます。彼はこう語ります。これを間違って語れば即死する。それほどまでにホピの石板は神聖である。彼の言葉には一切の迷いがありません。なぜなら彼が継いだのは知識ではなく使命だからです。こうしてホピが数千年守り続けてきた世界の浄化の予言はついにその舞台を日本へと移しつつあります。これが偶然であるはずがないのです。世界の大富豪とホピの避難所、ホピの予言と石板の謎が単なる神話や伝説の域を超え、現実の国際的関心事となっている証拠は意外なところからも現れています。それは世界の大富豪たちの動きです。彼らが密かにホピの地を訪れ、調査し、時には土地を買い、施設を建てているという事実。目的はただ一つ。その日が来た時、ホピと共にいることで生き延びようとしているのです。ウエチさんが体験した不思議なエピソードの一つに、セドナでの出来事があります。セドナはホピの聖地から車でおよそ3時間の距離にある、スピリチュアルの聖地として知られる場所ですが、そこには、世界でも限られた者だけが住める、ゲートコミュニティが存在します。その中でも、特に厳重な警備のもとに建てられたのが、キャセドラルロックゲートウェイと呼ばれる、高級住宅地。ここには、ニコラス・ケイジやジェームズ・キャメロン、さらにはオプラ・ウィンフリーといったハリウッドの重鎮たちがこぞって居住しているといいます。彼らがなぜこの場所を選んだのか、その答えは明らかです。ホピと隣接するセドナは、最後の避難所と目されているからです。実際、近年この地域には秘密裏に滑走路まで建設され、世界中の富豪たちが何かが起きた時にプライベートジェットでこの地に飛び、身を隠すための準備を進めていると言われています。まるでこの場所が、
世界の終わりの日のためにデザインされているかのようです。その背景には、ホピが語る青い星カチーナの予言があるとされています。この青い星が空に現れるとき、世界は最終的な浄化に入る。つまりそれは、気候変動や大災害、もしくは人類による自滅的な出来事の象徴とも解釈される、最後のサインです。ホピは、それがいつか来ると信じ、だからこそ何千年にもわたって準備し、石板を守り続けてきたのです。そして今、世界の支配層や大富豪たちが、この予言を本気で信じ始めているとしたら、それは、ホピの言葉がただの伝承ではなく、現実的な未来予測として扱われていることの証明でもあるのです。上地さんは語ります。セドナの町そのものが、ホピの伝承に基づいて設計されている。通りの名前、建築様式、石の配置、すべてがホピのカチーナや精霊の名を冠している。まるで、選ばれた者たちのための予言都市のようだった。この言葉が意味するのは、世界の表舞台には出てこない秘密の動きが、今なお続いているという事実です。そして、その中心にホピがあり、そして日本があるということなのです。それだけではありません。ホピの一部の長老たちは、こうした世界の富裕層の動きをすでに察知しており、本当に選ばれるべきものは、権力や富を持つものではなく、心に真実を持つものであると語ってきました。上地さんが受け取った予言の中にも、そうした選ばれし者の条件が含まれていたといいます。それは、物質的なものではなく、魂の記憶を持っているかどうか。ホピの予言において、人は皆、過去世からの旅の中で、約束を果たすために生まれてくるとされ、その約束を思い出す者が浄化の鍵を握るのです。つまり、最後にホピの石板が揃うとき、それを受け取るのは心の記憶を持った者だけ。そして、世界を導くその瞬間が、今確実に近づいています。地下神殿騎馬とホピの封印された記憶。ホピ族の神聖な儀式は、目に見える世界だけで行われるものではありません。彼らには、地上の生活とは切り離された、もう一つの世界があります。それが、地下に築かれた神聖な空間、騎馬と呼ばれる地下神殿です。上地さんは、ホピ族として4度にわたりアリゾナを訪れ、その中でも、4回目の訪問で、ついにホピの人々から本当の家族として認められます。その時、彼は日本人として初めて、騎馬の中に招き入れられた存在となったのです。騎馬は、外部の人間はおろか、ホピの中でも限られたものしか、足を踏み入れることが許されない最王の聖域です。ファーストメサ、セカンドメサ、そして閉ざされたサードメサ、それぞれの地に騎馬は存在しますが、特にサードメサの騎馬は、第3の世界と第4の世界の境界に位置するとされ、予言的な意味合いが極めて強い場所と言われています。騎馬への入り口は、地上にある小さな開口部、そこに逆さまに降りていくのが伝統です。これは、ホピの創世神正雄が、すべての流れは反転すると語ったことに由来しています。上地さんもこの教えに従い、騎馬の中へと静かに降りていきました。その内部は想像を絶する神秘的な空間だったといいます。第一の世界、第二の世界、そして滅びを迎えた第三の世界、そして今、私たちが生きる第四の世界へと続く壮大な叙事詩。その絵には、かつてホピがたどった道、失われた文明、そして導かれるべき未来の姿が刻まれていたのです。騎馬の中で上地さんを案内したのは、カレタカという名の老人でした。カレタカとは、ホピ語で守護者を意味する言葉。この老人こそが、騎馬を代々守り続けてきた長老の一人であり、上地さんがホピファミリーの一員であるかどうかを見極める重要な存在でもありました。二人は、手首と手首を結びつける、幾は地という儀式を交わし、魂と魂をつなぐちぎりを結びました。この瞬間、上地さんは形式上ではなく、本当の意味でホピの民になったのです。騎馬の中で上地さんが見たもの、それは絵や儀式だけではありません。彼は、正雄の霊的な気配を感じ、その気配が何かを待っているということを確かに感じ取ったと語っています。騎馬に描かれていた絵の中に、彼は見覚えのあるシンボルを発見します。それは、かつてマーティンに見せられた石板のものと一致する図像でした。つまり、騎馬に描かれた図像は、ホピが予言された未来を迎えるために守り続けてきた記憶だったのです。そしてその予言には、ある日、失われた兄弟が現れ、封印が開かれるという一節があります。ホピの長老たちは、この言葉を数千年にわたり語り継いできました。今、上地さんが日本から現れ、騎馬の中でその記号を読み取ったという事実は、まさに予言の成就に他ならないのです。その後、上地さんはホピ語の洗礼名も授かり、ホピとしての魂の役目を託されることになります。それは、封印された記憶を解き明かし、ホピの予言を世界に伝えること、そして、日本に眠るとされる、
残り2枚の石板と向き合うことでした。日本に眠る2枚の石板とレイビレッジの真実。ホピ族が数千年の間守り続けてきた5枚の石板、そのうちの3枚はマーティン・ガス・ウィスマーが代々の保持者として継承しましたが、うち2枚は米国政府により持ち去られ行方がわからなくなったといいます。そして残る2枚、その所在は長らく不明とされ、ホピの予言においても兄弟の民族が持っているとだけ語られてきました。その兄弟とは一体誰なのか。多くのホピ長老たちは日本人かチベット人ではないかと考えてきました。特に日本に対してはかつてホピの一団が訪れた宮古島にまつわる伝承が残されており、ホピは将来そこからメッセージを受け取る存在が現れると信じていたのです。それが実現したのが上地さんによる宮古島での覚醒でした。そして今レイビレッジという土地でその2枚の石板が揃おうとしているのです。上地さんが断言するように2枚の石板はレイビレッジにある。そのうちの1枚はピラミッドハウスの地中深くに封印されており、誰の手も届かない場所に眠っているとされます。もう1枚についても具体的な位置こそ明かされていないものの、確実にこの地に存在している。それは彼自身が牙で受け取った霊的な確信に基づくものです。この石板の存在をめぐり、アメリカ政府が本気で動いているという事実も見逃せません。世界中の軍事衛星、監視ネットワーク、人工知能までもがホピの周辺を捉え、上地さんの動きは常に見られていると彼は語っています。さらには石板を守るホピの掟により、間違った場所や言葉を口にすれば即座に命を失うというほどの厳格さが課せられています。実際にこれまでホピの儀式や予言に関与しながら命を落とした人物も存在しています。中には放射線治療を目的にホピを訪れた日本人グループの一部が儀式後に不可解な死や重い障害に見舞われたという例も報告されており、予言の力あるいは霊的な力が現実に作用していると考えるものも少なくありません。それでも上地さんは語ります。僕はホピの掟の中で生きている。だから間違ったことは一切言えない。石板は確実にここにある。レイビレッジは表面上は何の変哲もない土地に見えるかもしれません。だが実際には世界の終末と再生を開ける最後の鍵がこの地に埋まっているというのです。この2枚の石板には恐れるべき情報が刻まれています。1枚には星々の動きと人類の歴史が重なった天文予言の記録があり、もう1枚にはホピ族が最終儀式を行う時に必要な世界を浄化するためのシンボルが刻まれている。特に驚きなのは上地さんが見たというそのシンボルの内容。一つの石板の表面には16芒星、裏面には三角の構図が刻まれており、これをファイヤークラウンの石板に重ねることで最終予言が発動するとされているのです。上地さんは語ります。これは良いことなんです。地球が浄化され新たな秩序が始まる。僕はそのために戻ってきた。ここで特筆すべきはセドナやホピ周辺に集まる世界中の大富豪たちがその日に備えて動いているということ。プライベートジェットが降り立つ滑走路が作られ、ホピの地を囲むように避難施設が整備されている事実はもはや陰謀論の域を超えています。世界の支配層たちが恐れているもの、それはホピの予言が本物であるという現実かもしれません。そして今レイビレッジという土地で失われた兄弟イコール日本という民族のもとに約束の石板が再集結しようとしているのです。ホピの石板、封印されたシンボル、正雄の石、そして失われた兄弟の再会、地球規模の予言がついに日本の地で動き始めたのです。ホピの最終予言と兄弟の国日本。ホピ族が数千年にわたり語り継いできた最終予言、それはある兄弟の国が現れ、封印された石板が再び一つとなるとき、地球は大きな浄化を迎えるというものでした。ここで重要なのは、この兄弟が特定の個人を指すのではなく、ある民族、あるいは国単位の存在だとされている点です。そしてホピの長老たちは、数十年にわたり、その兄弟の国が日本であると感じてきました。これは単なる推測ではありません。ホピの人々は実際に日本を訪れ、宮古島に失われた兄弟へのメッセージを託したという記録が残っています。私たちは何万年も前に別れたあなたたちをここで待ち続けている。その言葉は本として形に残され、巡り巡って上地さんの手に渡りました。上地さんが宮古島でその本と出会い、魂を震わせたあの瞬間、それはホピの予言が動き始めたゼロポイントだったのかもしれません。彼がアメリカへ飛び、ホピの聖地サードメサにたどり着き、封印された石板の一つを手のひらに受け取ったこと、そしてホピの牙に招かれ、ついには本物のホピ族として迎えられたこと、これらすべては偶然ではなく、
数千年の予言の中にすでに織り込まれていた出来事だったのです。では、なぜ日本が兄弟なのか。ホピの神話に登場するマサオやスパイダーグランドマザーといった存在は、古代日本の神道、陰陽道に登場する神々や精霊の存在と重なる部分が数多くあります。また、星を中心とした暦の捉え方や神殿の配置、聖地の方位などにおいても、ホピと日本は驚くほど類似した思想体系を持っています。特に注目すべきは、ホピの石板に刻まれている星の記号が、2025年7月に日本、沖縄の上空で観測された彗星の動きと一致していたという点です。その出来事こそが、上地さんを再びレイビレッジへと導いた決定的なサインでした。ホピの最終予言ではこう語られています。兄弟の国が目覚めるとき、4つの世界は1つになり、第5の世界が開かれる。第5の世界とは、争いと分離の時代を終えた後に訪れる、調和と再生の時代。その到来の鍵を握るのが、兄弟の民族であり、失われた2枚の石板なのです。現在、その2枚の石板は、日本の地中、特定の場所、つまり、レイビレッジに封印されているとされます。1枚はピラミッドハウスの深部、もう1枚は未だ公にされていない場所。だが、上地さんは確信しています。両方とも、今この日本の地に存在している。そして、それが見つかるとき、ホピはもはや儀式を必要としなくなる。なぜなら、すべての予言が完了するからだ。これが意味するのは、ホピの儀式やカチーナダンスが、予言の成就に向けた準備行為であったということ。そして、兄弟の民族、日本が動き出した今、それらの役割が終わりを迎えようとしているのです。ここで浮かび上がってくるのが、上地さんの役割です。彼はホピの言葉を語り、予言の石板を直接受け取った媒介者であり、予言を行動に移す最後の使者でもあります。数万年の時を超えて、民族と民族が再会し、すべての記憶が一つに戻ろうとしています。そして今、その中心にあるのが、日本という国であり、あなたが立っているこの地です。ホピの語る世界の中心は、アリゾナではなく、まさに、日本列島そのものだったのかもしれません。思想の星が導く未来へ、すべての予言は、ある星の瞬きを持って動き出す。それが、ホピ族が語る、世界浄化の始まりでした。そして、2025年7月、日本、沖縄の空に現れた彗星の流れ星、それは、ホピの石板に刻まれていた、星の記号と完全に一致し、上地さんを再びあの地へと導いた、決定的なサインとなりました。古来、日本では北斗七星のことを、思想の星と呼んできました。この名称には、7つの星が4と3に分かれ、影と火、天と地、始まりと終わりを象徴するという深い意味が込められています。そして、その思想の星に彗星が重なる瞬間こそが、数千年の予言が動く扉となると、世界各地の古代民族が信じてきたのです。ホピの石板に刻まれていたその構図は、ただの神話ではありませんでした。宇宙の法則と民族の記憶が交差するその日、確かに現実の星空が動いたのです。レイビレッジに眠る2枚の石板、それは、数万年前に、兄弟の国と別れた際に託された予言の断片でした。そして今、日本という国が、再びホピとつながり、星々の動きと共鳴していることを、私たちは見逃すべきではありません。上地さんが語る通り、石板が揃った時、ホピの儀式は終わる。なぜなら、予言は完了するから。つまりそれは、世界が第五の世界へと進む合図であり、争いと分断に満ちた時代の終焉、そして浄化という新たな周期の始まりなのです。これが、単なる神話であるか、それとも人類が無意識に共有してきた宇宙の記憶であるのか、それを判断するのは、私たち一人一人の感性と行動に委ねられています。あなたの心の奥にも、きっと兄弟の記憶が眠っているはずです。なぜなら、ホピの予言において、選ばれるのは血筋でもなく地位でもなく、魂の記憶を持った者たちだからです。今、すべてのピースが揃いつつあります。この動画で語られた内容が、あなた自身の記憶の奥にある何かを震わせたのなら、それは、すでに予言が、あなたの中で始まっているという証拠です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントもぜひお寄せください。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。